今日はボールパイソンの飼い方の基本的な部分だけざっと概要をお話ししたいと思います。今日お話しすることは温度湿度の話と餌やりの頻度の話と、それからボールパイソンの部屋の話です。ボールパイソンは呼吸器系の疾患になることが多いというふうに言われています。その理由はいくつかあるんですけれども、他の動物に比べて呼吸器がそんなに強い方ではないので、肺も動物とかって2個あるじゃないですか。でもヘビはですね、片方の肺は退化してしまっていて1つの肺しかないので、呼吸器系の疾患になってその肺があまり機能しなくなってしまうと、2つあれば、どっちかが機能していれば大丈夫なんですけど、大丈夫というか呼吸はできるんですけど、ボールパイソンはもう1つがダメになってしまうと呼吸ができなくなって苦しくなって死んでしまうということがあるので、その呼吸器を守ってあげるというか気にしてあげるということがすごく大事になります。そのために必要なのが、温度湿度ですね。よく何度にしたらいいですか、どれぐらいの湿度にしたらいいですかと言われるんですが、うちではですね、統一してやっているのはこういう感じです。これをこんな感じですね。これを、ブリーディングルームとかショールームに貼って、いつもみんなで確認できるようにしています。赤ちゃんは、空間温度ですね。アンビエントっていうのは空間温度で29度で、あったかい場所ホットスポットで32度、大人になっても29度、ホットスポットで32度というのを目安にしています。これはブリーダーやショップさんによって結構もう少し高かったりもう少し低かったりするんですけど、いろいろな取り組みの中で、また信頼できる方とのお話の中で、また経験の中でこの辺りがベストだろうということで今はこれにしています。このブリードっていうのはその繁殖の時はこういう風に少し調整をしますよという意味なんですが、基本的には空間温度で29度、ホットスポットで32度にしてあげています。ホットスポットどうやって作るのかみたいなのはまたいずれお話ししたいと思いますけれども、こういう数字でやっています。湿度はですね、だいたい 60% ぐらいを狙って加湿してあげたりとか、あまり湿度がこもらないようにしてあげたりっていう風にしています。餌やりの頻度ですが、赤ちゃんヘビ、そんなに大きくない赤ちゃんのヘビ、これちょっと大きいかな。でもこれぐらいだと、週に2回あげるのが良いかなと思います。もう少し大きくなってきたヤングサイズになると週に1回ぐらいで、アダルトサイズになると2週間に1回くらいを基本にしています。もっと大きく育てたい時とか、あるいはブリードの時っていうのは調整をしたりしますけれども、だいたい赤ちゃんヘビですね。お店で販売しているのはほとんどが赤ちゃんのヘビですけど、その赤ちゃんヘビだと1週間に2回ぐらい、少し大きくなると1週間に1回になって、フルアダルトになると2週間に1回ぐらいです。早く大きくしたいという方は、またヘビがよく食べる子っていう場合はですね、1週間に2回3回だとちょっと多いかなと思いますが、食べる無理のない範囲であげていくことは悪いことではないと思います。で、脱皮の前とかはあげない方がいいと私は思います。あとはケージですね。生体のケージをどれぐらいの大きさにしたらいいのかというお話ですが、だいたいですね、ボールパイソンがトグロを巻いた状態の3倍から4倍ぐらいの大きさが適していると言われています。あんまり大きいと、またあんまり高かったりすると、落ち着かない、ボールが生体が不安になってしまうと言われたりしています。であんまり小さいと逆に窮屈だったりとか、成長が遅くなったりするというふうに言われていますので、だいたいですね、トグロを巻いた状態の3倍から4倍ぐらいのケージを用意してあげるといいと思います。でボールは成長していきますので、その成長に合わせて、ボールのお家というのもですね、少し、大きくしていってあげると良いかなと思います。本当の基本の基本としてはこういう感じで、温度湿度の話と餌やりの頻度の話、どれぐらいの大きさのお家を用意してあげればいいのかというお話でした。これからボールパイソン飼ってみようと思う方がもしいらっしゃったら参考にしてみてください。チャンネル登録もお願いします。